ワンピース第1180話では、激しい戦いの余波の中、ブルックとウソップの重傷シーンから物語が始まる。荒れ果てた戦場の片隅で、二人は倒れ込み、チョッパーが必死に治療を施していた。しっかりしろ、ウソップ。チョッパーは焦りながらも手際よく応急処置を続ける。ウソップの傷は見た目ほど深くはなく、しばらくすると彼はゆっくりと目を開けた。いてて。でも、まだやれる。そう言ってウソップは歯を食いしばり、ふらつきながらも立ち上がる。戦う意志はまだ消えていなかった。しかし、そのすぐ隣で横たわるブルックの状態は深刻だった。全身に大きなダメージを負い、まるで今にも意識が途切れてしまいそうだった。ブルック、お願いだ。死ぬな。チョッパーは涙を浮かべながら、全力で治療を続ける。長い時間が流れた後、ブルックの指がわずかに動いた。よほほ。ここは、かすれた声で、ブルックはようやく目を覚ます。よかった、ブルック。生きてる。チョッパーは思わず涙をこぼす。ブルックはゆっくりと起き上がろうとしながら尋ねる。チョッパーさん。みんなは、どこに？チョッパーは一瞬言葉を詰まらせたが、すぐに答えた。アウルスト城に、とんでもなく危険な奴が現れたんだ。ルフィたち、ゾロやサンジ、ナミ、ジンベエ、フランキーはもう向かった。その言葉を聞いた瞬間、ブルックの表情が変わる。彼は無理やり体を起こし、震える足で立ち上がろうとする。私も、行かなければなりません。ダメだよ、ブルック。傷がひどすぎる。動いちゃダメだ。チョッパーは必死に止めるが、ブルックは静かに首を振る。それでも、私は戦わなければならないのです。ウソップも驚いたように振り返る。おいブルック、無茶だぞ。ブルックはしばらく黙った後、静かに語り始める。守らなければならない人がいるのです。その人は、グンコ。私の大切な友人です。チョッパーとウソップは息を飲む。彼女の本当の名は、シュリ姫。しかし彼女は、記憶を奪われ、過去をすべて忘れてしまった。だから今、敵として戦っているのです。ブルックの声は震えていたが、その中には確かな決意があった。この状況を変えるには、すべての元凶を倒すしかない。私は、彼女を救いたいのです。必ず。その言葉を聞いたチョッパーの目から、再び涙が溢れ出す。ブルック、そんなの、ずるいよ、止められないじゃないか。しばらく沈黙が流れた後、チョッパーは大きく息を吸い、覚悟を決める。わかった。でも無茶はするなよ。そう言ってチョッパーはブルックの体を支え、ウソップも肩を貸す。行こう。アウルスト城へ。満身創痍の三人は、それでも一歩ずつ前へ進み出す。激しい戦いが待ち受けていると分かっていながらも、彼らの足は止まらなかった。仲間を守るため、そして大切な人を取り戻すために。その頃、アウルスト城の頂上では、ルフィ、ロキ、そして仲間たちがイムとの壮絶な戦いを繰り広げていた。空気は張り詰め、大地すら震えるほどの緊張感に包まれている。最初に動いたのはジンベエだった。ここは、わしに任せろい。ジンベエは静かに目を閉じ、エルバフの大地の奥深くに流れる水の気配を感じ取る。そして手のひらを地面に当てると、地下から細く鋭い水流を引き上げた。魚人空手、水流操術。細い水の筋はまるで生き物のようにうねりながら城の頂上へと導かれ、やがて地面一帯に広がっていく、薄く張られた水の膜が、戦場の足場そのものを変化させた。イムの足元の感触が一瞬で変わる。イムは即座に反応し、軽やかに後方へ跳躍する。その一瞬を、ロビンは見逃さなかった。酒。低く静かな声とともに、城壁や地面から無数の腕が一斉に這い出す。クラッチ。何十、何百という腕がイムに絡みつき、その動きを完全に封じ込める。まるで巨大な檻のように、イムの体を拘束した。捕まえたわ。しかし次の瞬間、イムの体がゆらりと揺れ、黒い霧へと変わる。ロビンの腕は空をつかみ、そのまま霧は無散した。消えた。その直後、冷たい気配がロビンの背後に現れる。
後ろだ、ロビン。誰かが叫ぶよりも早く、イムはすでにそこにいた。黒い影のように現れたイムは、無言のまま槍を振り上げる。鋭い殺気がロビンを襲う。だが、させるかよ。ゾロが一瞬で割り込み、二頭を交差させてイムの槍を受け止めた。激しい衝撃が火花となって引ける。ロビン、下がれ。そこへさらに。お前の相手はこっちだ。サンジが高速で突っ込み、炎をまとった蹴りを叩き込む。ディアブルジャンブ。燃え上がる足がイムへと迫る。イムはすぐさま空中へ飛び上がり、その一撃を回避する。だが、その上空には、見えたぞ。白く輝く姿。ギア5のルフィがすでに待ち構えていた。ゴムゴムの、ルフィの腕が異様なほどに伸び、巨大な棍棒のように変形する。バジュラ、ドン。強烈な一撃がイムの体を直撃し、そのまま地面へと叩き落とした城の床が砕け、衝撃波が四方へと広がる。今だ、ロキが口を大きく開き、エネルギーを一点に集める。くらえ、極太のレーザーが放たれ、地面に倒れたイムへと一直線に打ち込まれる。ドーン。巨大な爆発が起こり、煙と土ぼこりが一気に巻き上がった。視界は完全に遮られ、誰も中の様子を確認できない。しかし、やがて煙がゆっくりと晴れていく。その中心に立っていたのは、イムだった。顔の一部は焼け焦げ、白い髪は乱れ、マントはボロボロに裂けている。口元からは血が流れ落ちていた。聞いてるはずだ。ゾロが睨みつける。だが次の瞬間、焼けただれた皮膚が、まるで時間を巻き戻すかのように再生していく。裂けた傷も、流れていた血も、一瞬にして消えていった。全員の表情が凍りつく。傷が、治ってやがる。ゾロが目を見開く。まさか、あの神の騎士団と同じ、不死身ってことかよ。イムはゆっくりと立ち上がり、誇りを払うように軽く肩を動かす。そして、静かに、しかし確かな威圧を込めて言い放つ。なかなかだ。その瞳が、冷たく彼らを見下ろす。よくここまでたどり着いた。褒めてやろう。一拍の沈黙。そして、だが、まだまだ甘いな。その言葉と同時に、圧倒的な覇気が戦場全体を包み込んだ。その直後、イムはゆっくりと手を掲げ、不気味な声で何かの呪文を唱え始めた。闇よ、我に従え。低く響くその言葉と同時に、周囲の空気が歪み、影がうねるようにうごめき出す。次の瞬間、イムの体が、まるで闇そのもののように分裂した。一つ、二つ、やがて合計で七つの分身が現れる。なんだあれ。ナミが思わず後ずさる。その分身たちは、どれも同じ姿。だが全身が闇に染まり、顔すらはっきりとは見えない。イムの一言で、七体の分身が一斉に動き出す。ルフィ、ロキ、ゾロ、サンジ、ナミ、ロビン、ジンベエ。それぞれの前に一体ずつ立ちはだかり、戦いが同時に始まった。来やがれ。ルフィが拳を振るう。ゾロは刀を構え、サンジは炎をまとい、ナミは雷を呼び、ロビンは腕を咲かせ、ジンベエは水を操る。ドン、ド、激しい衝突音が連続して響く。しかし、ゾロが歯を食いしばる。こいつ、本体と同じ強さかよ。サンジも蹴りを放ちながら舌打ちする。一体一体が化け物じゃねえか。ロキのレーザーも、ルフィの攻撃も、決定打にはならない。どの分身も、信じられないほどの力と耐久を持っていた。そして、数合の攻防の後、一人、また一人と地に倒れていく。ルフィでさえも膝をつき、やがてそのまま倒れ込む。全員が限界だった。戦場には、倒れ伏した仲間たちと、ただ一人、立ち尽くすイムの姿だけが残る。ゆっくりと、イムはルフィのもとへ歩み寄る。ジョイボーイ。冷たい声が降りかかる。ここまでだ。イムは槍を持ち上げる。その切っ先が、ルフィへと向けられる。歴史は、ここで終わる。振り下ろされる、その瞬間。鋭い破裂音が空気を切り裂いた。
イムは即座に反応し、後方へ飛ぶ。直後、先ほどまでいた位置に着弾したのは、炸裂する弾丸だった。煙の向こうから、声が響く。悪いな、遅れた。煙を上げるパチンコを構えたウソップが立っていた。肩で息をしながらも、しっかりと銃を構えている。その後ろには、みんな、チョッパーと、そしてブルックの姿があった。チョッパーはすぐに駆け寄り、ルフィたちを支え起こそうとする。しっかりしろ。まだ戦いは終わってねえ。ロビンは苦しげに言葉を絞り出す。あの男、強すぎる。分身まで使って、私たち全員でも、勝てない。絶望に近い空気が漂う。だが、その中で、ブルックだけは、じっとイムを見つめていた。なるほど、小さくつぶやく。次の瞬間、ブルックの雰囲気が変わる。ソウルキングの力、お見せしましょう。と、彼の眼下の奥が青白く光り出す。霊魂を見る力が発動する。そしてブルックの視界に、常人には見えない何かが映った。あれは、イムの頭上から、一本の細い魂の糸が伸びていた。それは遥か遠く、聖地マリージョアの方向へとつながっている。そういうことでしたか。ブルックは確信する。ブルックはイムの頭上を見つめたまま、極力声を抑え、仲間にだけ聞こえるように説明し始める。皆さん、落ち着いて聞いてください。戦いの最中、ルフィたちは一瞬だけブルックに意識を向ける。ブルックはさらに声を潜める。イムの体は、ここに完全に存在しているわけではありません。頭の上に、細い魂の糸が見えます。それが遠くの聖地マリージョアとつながっています。ロビンがわずかに目を見開く。つまり、今ここにいるイムは、本体そのものではなく、聖地にいる本体から、力だけをつないで動いている状態です。ジンベエが低くうなずく。だから、あの糸がある限り、どれだけ攻撃しても、本体に守られているようなものです。そしてブルックは、さらに重要なことを伝える。ですが逆に言えば、あの魂の糸を断ち切れば、この場にいる彼は支えを失います。その瞬間、一気に弱体化するはずです。ルフィの口元がゆっくりと上がる。なるほどな、いい作戦だ。次の瞬間、総攻撃が始まった。ルフィの拳、ロキのレーザー、サンジの炎の蹴り、ナミの雷撃、ロビンの無数の腕、ジンベエの水流、すべてが一斉にイムへと襲いかかる。だがイムはそれを、まるで見切っているかのように軽やかに回避していく。無駄だ。霊唱が響く。その程度の攻撃で、私に届くと思うな。その時、今です。ブルックが背後から飛び出した。一直線に飛び、剣を振り上げる。狙うはただ一点。イムと聖地をつなぐ、魂の糸。切ります。一戦、瞬、と、静かな音が響いた。次の瞬間、プツン、と確かな感触。魂の糸は、確かに断ち切られた。何？イムの表情が初めて揺らぐ。直後、異変が起きる。膝をつき、激しく咳き込む。口から血が溢れ出す。呼吸が乱れ、立っていられない。バカな、この外界で、呼吸が、できない。明らかに、身体がこの世界に適応できていなかった。戻らねば、イムは震える手で空間をなぞる。今すぐ、聖地へ。その足元に、黒い魔法陣、アビスが展開される。円が開き、空間が歪む。逃がすか、ゾロが叫び、仲間たちが一斉に飛び出す。だが、遅い。イムは最後にそう言い残し、そのままアビスの中へと消えた。魔法陣も消滅する。そこに残ったのは、静まり返った戦場だけだった。